日本ではスケートボードの、業界でやっぱそのマイノリティということで全然理解されなくって、変な人たちだなというところがようやくこの数年前から世界的に評価されて、もうユニークな部分しかねえというかね、そういうカルチャー的なこうクリエイティビティであったりとか、なんかそういうことを発信していければなと。中村太一郎、スケートボード業界ではチョッパーというニックネームで通っています。スケートボードを始めたきっかけは、3歳年下の弟が初めに、始めて、でそれを借りてやりだしたのがきっかけです。職業ね、自営業になるのかな、スケートボードであったり、あとはメインで、なんか自分でハンドメイドで、T シャツなんかを作ってたりしています。大阪ダガーズっていうのはそもそもなんか今はもうこうチームみたいなこう感じになっちゃってるんですけど、もともと自分らの中ではなんかある意味一つの新しく生まれたこうサブカルチャー、カウンターカルチャーを表すなんかこう形容詞の一つというか、価値観を共有する人らのちょっとマイノリティなコミュニティ、自然にこうなんか起こったムーブメントの一つかなと。オープンマインドであって、もうユニークな部分しかねえというかね、そういうカルチャー的なこうクリエイティビティであったりとか、なんかそういうことを発信していければなというふうに思っています。大阪アメリカ村ですの三角公園です。でもともとその AGSA って日本のコンテストで、チョーパーさんと知り合って、この時間は30秒前、ソフトブロック360キックリップ。それがきっかけで、大阪に来ることになったって感じかな。そうやね。俺がここで一番初めに生まれて初めてスケートボードしたのは15歳か16歳の時に初めてここで、多分だから28年前くらい、25年前ぐらいからここを主にベースに俺は滑ってて、でここは普段主に夜ここで滑ってるんですけど。今からこの界隈の別のスケートスポットやったり、そういったところを紹介していこうかと思います。はい、この公園は全部下がコンクリじゃなくって土、グラウンドになってて、普通に考えれば普通のスケートボーダーはやっぱコンクリートじゃないと、スケートボードなんかできない中、俺らはやっぱり人と違うことやりたい、面白いことやりたいということで、この土という、常識外れな環境の中で当時はいろんなことをトライして。考えたら結構くるくるパーやな。いや、5度目の正直。いやこれ難しいな。良い子は皆さん真似しないように、怪我のもとなんで。
ここが、俺らの言うところ通称ラジバンって呼ばれてて、ラジバンのバンはバンクのバン、ラジは英語で言うラディカル。こんなに面の粗いデコボコしたところ普通のスケーターは好んで使わへんけど、なんかね俺たちは逆にこんなんやからまあ面白いねやと言うて、それで昔はよくやってました。海外の有名なプロスケーターをちょっとこの辺を案内して、この道ここを歩いた時に俺らここローカルホームスポットなんだよねっていう話をしてたら、わあこれは上から、ね、セメントでコンクリートセメントで埋めるともっと滑らかになるからいいじゃん、埋めたらいいよっていうふうに言われたんやけど、まあ、俺らはいやこのデコボコがおもろいんやと、このやりにくいからここで何ができるかそれがおもろいんやという話をしたら、でもその向こうのプロはああそうなのかって言ってちょっとこう機嫌そうなよく理解できないような顔をされたと。でそういうのもやっぱまあこの大阪ダガーズ流というか。日本ではやっぱりちょっとどうしても特にスケートボードの、業界ではやっぱアメリカ追従型っていうのがまだまだ、あって、やっぱそのマイノリティってことでそれ理解されなくって、まあ、変な人たちだなというところがようやくこの数年前から世界的に評価されて、まあ、昔みたいに全くなんかこう意味わかんねえよりかは少しはちょっと日本もそういう意味ではこう世界の人に追いつきつつあるのかなと。まあ、実際ね、なんで評価されてるかって言ったら世界で誰もやってないようなことをやってるから評価されてるわけで、その中で俺らはやっぱりよく世界初の技みたいなこと、アイディアっていうのを目指してよくやってることが多くて、昔はねやっぱ日本人はアメリカ追従型やったところが逆に日本人の俺らを西洋人のスケーターのキッズが見て真似してくれてたりとかもするようになってるんで、もしかしたらね今のちっちゃいアメリカとかのキッズが20年後超トッププロになってで、ね、若い時に影響を受けたビデオはっつってその時に大阪だからぜやって言ってもらえるような可能性はねこれあながちあってもおかしくないかなと。ここが大阪ダガーズの本拠地ともいえるお店兼工房、向こう側には、スクリーンプリントの機材だったりミシンがあったりして、で今日も向こう側には順平ってやつがいて、彼はねこういうのも DIY で裏側で作ってたり、こういうのもこれは全部俺が、独学で覚えたスクリーンプリンティングやってます。でこのブランドの名前はねもともとは、Whatever っていう名前のブランドでやり出してたんですけど、で当時はその、スケーターというよりかそのパンクのマインド、ね、パンクの精神に基づいてやり出してたんですけど、これもねこれハロシ、仲いいハロシがプレゼントしてくれたんですけど、ね、そのハロシ実はこんな感じで。ハロシについては知り合ったのあれ10年ぐらいになるかならんかぐらい、そこからそうこうしたら知らん間にすごいねあんな超有名アーティストになってて、何か俺のスケートボードがハロシにインスピレーションを与えたものが作品になった作品から俺がインスピレーションをもし受けているんだったらそれはすごい楽しい面白いことだと思いますね。ハロシです。東京出身でアーティストをしてます。スケートを始めたのは、隣の学校の友達がスケートやってるのを見てかっこいいなと思ったのがきっかけです。ここが僕のスタジオです。ちょっと軽く案内しようと思います。これがドイツの、ベルリンにできるストリートアートのミュージアム用にちょっと作ってます。この下にスケボーも来るんですけど、まだここにスケボーはないです。
で、こっち側のランプがスイスのバーゼルであるフェア用にちょっと作ってます。全部スケボーに細かく切れ目を入れて曲がるような材料を作ってランプ状に成形して作ってます。で、大体スケボーは国内からプロジェクトごとに集めたりしてるんですけど、こんな感じでストックがあって、ここからなんかいい感じの色とか柄のものとかをチョイスして作ってます。もともとジュエリーを作る仕事をしてて、木でアクセサリーとか作ろうって思って、でも木買うのにもかっこいい木とか買うのにもやっぱお金がかかるから、どうしようかなって思ってた時に家にすごいスケボーだけはずっとやってたからいっぱいあって、でスケボーでアクセサリーとかジュエリーとか作るようになったんです。気づいたらアーティストって呼ばれるようになってた感じですかね。やっぱスケボーってもの自体がやっぱり限りなくアートに近いっていうか、スケーターも限りなくみんなアーティストにやっぱり近くて、やっぱ競技としてだけじゃなくて何でもやっていいし、別にルールはないし、その中の一個がたまたまこういう表現になったっていうだけで、ある意味スケボーに付随してくるカルチャーの中の一個だし、トリックの一個みたいな、オーリーやフリップと同じで、スケボーで削って何か作るって同じような存在だと僕は思ってます。チョッパーさんみたいなああいう人がたまにいるんですよね。おかしなことになってるっていうか、スケートボードってクリエイターみたいな人がいて、新しいトリックを作ってそれの模倣なんですよね。オーリーやった人がいたらオーリーを真似するとか、ビデオでこういうのやってたらこれを真似するって、新しいものを生み出す人がたまにいる。日本のスケートシーンのユニークなところは、チョッパーさんからすごい影響を受けて今がこういう風にあるのかなとは思ってます。今俺らの大阪ダガーズ、老若男女いろいろ幅広くいるんですけど、大阪ダガーズの中の、最重要メンバーのうちの一人ともいえ、ダルこと太田武史です。チョッパーとは、スケボーで知り合ったのが僕が18の頃。スケボーの楽しさを伝えたくってスケボーの人口を増やしたいっていうのが僕の考えの中であるから、それで今こうやってスクールをやってる感じかな。ここからやってみて。前、そう前こう、そういうこと。1回だけでできたからって言って油断したら次できない時あるからね。はい、 OK、 イエス。もうちょい後ろちゃうか、もうちょい後ろちゃうか。で、こっちはそういうちょっと初心者の人たちのクラス、ビギナークラスなんですけど、でそれを経てちょっとね少し上手くなった子たちはなんかこっちの初心者クラスよりは2人の方が上手やろ。だってなんか見せてあげて。そう、ここで押し上げる感じ。はい、日本ってやっぱりスケボーってまだまだなんていうかな、歴史が浅いから、そういう部分ではオリンピックのおかげでもっと人口が増えるっていう部分では僕は大賛成やと思う。
今って結構そういうオリンピックの影響もあって、どんどんスケート人口増えて、カルチャーとしてのスケートボード的なところをそういうスポーツテイストでやってる若い子に伝えたいと思う。逆にそれをミックスできてもっとすごいもんできたら面白いかな。なんか若い時だと何に関してもこう反対何々反対何々なんかそういうちょっと反骨精神のある人たちが多かったけど、その中でも特にそういう気持ちの強い人がこう自然にこう集まってきて、若い人たちなんかに DIY っていう考え方であったり、自分の本当にやりたいスケートボードだったりやりたいやり方で流行りとか関係なくやってもいいんだよっていうことを提案していったり。スケートボードがオリンピックの競技になるとは思ってました。日本の上手い子どもたちとか見ててもそこを目指してやりたいって思ってる子たちが結構多くて、そういう子たち見てるとなんかいい目標ができたんじゃないかなっていうか、スケートボードも後ろにあるものはやっぱり音楽とかファッションとかアートとかいろんなものが合わさってスケートボードっていうシーンができてるから、若い子にはやっぱりスケートを楽しむと同時にちゃんと裏側も見てほしいっていうか。カルチャー的なこうクリエイティビティであったりとか、そういうことを発信していければなと。これから多分いい風になっていくんやろうな、こういうオリンピックも含めて。